軽バンのブレーキフルード交換をしていきたいと思います。ブレーキフルードを交換する際に必要になってくるのが、国産車のほとんどは、ブレーキフルードの DOT3 を推奨しています。前後を交換するならば1リッター缶がおすすめです。こちらはフルード液を抜き取るためのシリコンチューブです。ホームセンターなんかでペットショップコーナーなんかに置いてあります。こちらは自転車用の虫バルブです。ワンウェイバルブとして使用します。ホームセンターや100均などで売られています。チューブを縛るための針金です。空のペットボトルです。まず最初に適当な長さに切ったチューブを虫につけていきます。短い方がキャリパー側について、長い方がペットボトル側です。ヒートガンやドライヤーでバルブ付近を熱で温めて接着させます。バルブ付近を手で押さえておくと密着していいですね。念のためにバルブ付近をこういった針金で縛っておきます。両端を縛った方が外れにくいですね。空のペットボトルの容器を蓋を外して、蓋の真ん中あたりに穴を開けていきます。チューブの直径が5ミリぐらいだったので5、6ミリの穴を開けておきます。そしてキャップを閉めてチューブを差し込んで終了です。この車のタンクの位置は真ん中あたりにありますね。どの車でもだいたい DOT とか書いてあるんですぐわかると思います。キャップを外しますね。タンク内のフルード液を抜き取っておけばいいんですけど、めんどくさいので満タンまで継ぎ足します。フルード液をこぼさないように入れます。タオルなんかで養生しておくといいですね。今映っているのはフロントの左側なんですけど、このキャリパー部分のところにキャップがあるので、それをまず取りますね。先ほど自作したワンウェイバルブのチューブを差し込みます。外れないように針金で縛っておきます。
工具はスパナやモンキーなんかでゆっくりと緩めます。今緩みましたね。ゆっくりと手でネジを回すとブレーキホースからチューブの方にフルード液が流れていきます。ワンウェイバルブなので一方通行で液体が流れるので逆流することはないです。次にフットブレーキを踏んで古いフルード液を排出していきます。少しタンクの中が減ってますね。これが排出されたホース内にあったフルード液です。500ミリのペットボトルでだいたい約4分の1ぐらい抜き取れば古いフルード液は抜き取れると思います。タンク内は当然減っているのでフルード液を補充していきます。ある程度古い液体が排出されたらキャリパー側のバルブを閉めてからチューブを外します。外した後に増し締めして確認をしておきます。こぼれていたらウエスやタオルで拭き取っておきます。そしてパーツクリーナーやブレーキクリーナーで洗浄しておきます。最後忘れずにキャップをはめて完了です。これが抜き取った古いフルード液です。反対側も同様の作業なのでスキップします。こちらはリアの映像です。ここにブレーキフルードの排出されるバルブがあります。後ろ側も同様の作業なのでスキップします。最後にマックスまで新品のフルード液を入れてキャップを閉めて完了です。難易度的には簡単なので誰でも交換できると思います。今回抜き取った古いフルード液です。新車から交換してなかったためだいぶ茶色くなっていますね。最後オドメーターで確認をして32,780キロでした。整備記録簿に忘れずに交換した日時と内容と距離を記載しておきます。はい、ということで、今回はブレーキフルード交換でした。ご自身で作業される場合は安全には十分気をつけて作業を行ってください。最後までご視聴ありがとうございました。